おお、いつの間にそこに。忍者の末裔だったりしますか？はい。いや、気配を消して近づくのがうまいなぁと。そうですかね。私は普通に近づいてきてるだけですけど。ただ途中で声をかけずに近づいてから声をかけるようにするのが癖でして。だからでしょうか、気づかれないときは全然気づかれませんよ。ここ座っていいですか？
ていうか来てくれたんですね。てっきり無視されたかと思ってました。いえいえ、遅くなってすみません。迷惑だったらそう言ってもらってもいいんですけど。迷惑だなんて、最初はちょっとびっくりしましたけど、でもとてもまっすぐでピュアだなって思います。カイトくんがそこまでけなげに何を見ているのか、私興味が出てきました。強い人ですよ。今はナエさんです。まるで昔の侍みたいですね。また何か差し入れを買ってくればよかったですね。腹が減っては戦はできませんから。ナエさんがお腹空いてるだけでしょ。バレちゃいましたか。だったら俺ひとっ走りして買ってきましょうか。いいんですか？もちろん。じゃあちょっと行ってきます。無様ねカイ。このまま魂の指揮官であることを放棄するの？
疲れちゃいましたよ。カイトくん、よくそんなに集中力が続きますね。いい勝負だったよ。そうですか？私はずっと必死だったからすっごくきつかったんですけど。いや、こっちだって結構必死だったって。この島はどう？気に入ってもらえた？とってもいいところですよ。東京と比べると不便じゃない？確かにそうですね。でも自然が溢れてて私は好きです。そう言ってもらえると地元民としても嬉しいよ。ただ今月末でまた東京に戻らなくちゃいけないんですよね。え？何それ？そんなの聞いてない。秋のことよろしくね。あの時みたいにまた。え？また置いてくのかよ。カイトくん？え？あ、いや。悪い、急に変なこと言って。ちょっとびっくりしちゃってさ。大丈夫ですか？平気。いや、平気じゃないかも。苗さんとお別れするのが寂しくてさ。本当に寂しいって思ってますか？ああ、もちろん。せっかく対等に勝負できる相手を見つけられたのに残念すぎるよ。なるほど。でも本当に帰っちゃうの？こんな急に？ほら、2号機の予算の件で本社と交渉しなくちゃいけなくなりまして、それで一度戻ることにしたんです。また10月くらいになったらこっちに来る予定ですけどね。なんだ、すぐまた来るんだね。ちなみに10月だともう海は冷たくて入れないですよね。海？まあ10月じゃ無理だと思うよ。風邪ひいてもいいなら止めないけど。もしかして海に行きたかったとか？ええ、せっかく南国の島に来たわけですから。海とっても綺麗ですし全然人もいないでしょ。海水浴をするには最高の環境じゃないですか。でも次にこっちに来るのが10月だともう種子島の海には入れないかなと。来年の夏までいるかもわからないですし。こっちに来ることが決まってから真っ先に海水浴に行こうと思ってたんですけどね。そのために気合い入れて三鷹で水着も買ってきたんですから。な
なのにずっとバタバタしてて機会を逃しちゃいました。じゃあ明日行こうよ。カイトくん、明日も平日ですよ。仕事なんて休めばいい。だから一緒に海行こうよ。私とカイトくんの2人で？それはデートのお誘いだったりして。そう取ってもらってもいいよ。うわあ、意外と種子島の高校生は大胆ですね。